はい、今ね、僕はどこにいるかというと、日本一周中でして、石川県の、海辺に来ております。で、今回はね、どういった収録になるかって言いますと、僕の夢についてね、再度お話できたらなというふうに思っております。で、なんでこういった、夢について語ろうと思ったかというと、やっぱりYouTube 上で動画をね、編集したものを基本的には上げていたりとか、トランスサロンでは、記事を書いて僕の脳内を皆さんに共有したりしているんですけど、やっぱり僕が今後どうなりたくて、で何のために会社を、経営していて、で動画制作をしているのかっていうところを、皆さんにしっかりとお伝えするっていう場をね設けたいなっていうふうに思っていて、で日本一周中にやっぱりいろんな価値観に触れるわけですよ。そこで気づいたこと、最近アップデートしたこともあるので、再度皆さんにね、お伝えしたいと思っております。改めて自己紹介したいと思います。僕は1997年の2月7日生まれ、現在23歳ですね。一応24の代となります。で僕はね、4年前大学2年生ぐらいかな、初めて動画制作を始めまして、それから GoPro を買って SNS にアップロードをすると。でそういう SNS で発信することによって、今まで自分が作った制作物に対してコメントをもらえるっていう、フィードバックをもらえるっていう機会が小学校の図工の時間ぐらいで、大人になってからそういう自分の作品作ったものに対してコメントをいただけるっていうその喜びを感じて、動画の力と、あとは SNS の凄さにね気づかされました。そこから仕事にね結びついて、大学を休学して、トランスインクという動画関連事業ですねを営む会社を設立して、今3期目かな、設立して約2年ぐらい経ちます。そこで映像制作事業だったりコミュニティ事業、トランスサロンですねだったりとか、あとは教育事業ですね、動画を教えるっていうサービスを、会社的にはやっていまして、でその一環としてね、やっぱり僕がかっこいい動画を作ることによってより多くの人たちが動画を始めるきっかけになるかなっていうふうに思って、以前僕が作ったマイヤー2018とかがきっかけで動画を始めるっていう方がすごく多かったんですね。なので、そういった超大作を、もう一度作りたいなということで、この度日本の魅力を世界へ発信するというプロジェクトを今回スタートさせていただき、無事ね、クラウドファンディングも成功して、今僕たちは北海道から徐々に南下して石川県にいて、ここから沖縄に向かうという段階になっております。これがね簡単な自己紹介です。はい。で今ねこれ収録してるんですけど、一応マネージャーのアンディさんと、カメラマンのマッツンも一緒にいて、彼らと一緒に、語りながらお伝えしたいなという感じです。はい。いい自己紹介でした。よかったですか？嬉しいですいややっぱり夜でこの海辺で焚き火をして話すっていう機会、そんなないので、すごく雰囲気が出るかなということで、これもねジャストアイデアなんですけれども、こんな感じで焚き火することもねそんなないんですけれども、すごく暑いですが、頑張って話していこうと思います。僕の夢といいますか、僕の夢は夢と目標ってすごく違うと思っていて、夢って届かないぐらいの方がいいなっていうふうに思うんですね。で目標は、割と達成できるかできないかのラインを攻めた方がいいなっていうふうに思っていて、そうなってくるとやっぱり夢は、ちょっと難しいですけど、やっぱり世界一の企業を作るっていう夢ですかね、僕は。でこれね動画クリエイターとして活動していて、なんで世界一大きな企業を作るっていう野望とか夢があるかっていうと、僕やっぱり一番の影響がその母親でして、僕が生まれる前ぐらいに離婚してるんですよね。で、女手一人で、僕たち2人ですね、兄弟いるので2人をね育ててくれたっていうのがあって、で結構やっぱりその背中をずっと見てたんですね。それはもちろん辛い思いをして、家で泣いてる時もあったりとか、やっぱその背中をね見るたびにやっぱり何とかしなきゃいけないなっていう思いがすごく強かったんですね。この事実を話すのは、動画では初めてなんですけど、でそうした時にどうやったら、母を幸せにできるか楽させられるかっていうところに考えた時に、やっぱり
経営者になるしかないっていう、社長になるしかないっていう思いがすごく強くて、で自然と、ソフトバンクの孫正義さんとかアップルのスティーブ・ジョブズとか、そういった起業家をなんか見るようになって、でそういった人たちの本を読んで刺激を受けて、それで今に至りますね。だから僕がここまでなんか本格的に活動しているのは、そういった起業家さんの、影響を受けたからなんですね。でもやっぱり僕自分ですごく頭が良くないなっていうふうに思ってて、全然勉強ができなかったんですね。ですごくなんか抜けてるところもあるし、だからなんか僕がこういった会社を作った時に絶対に仲間がいないと失敗するなってのはなんか最初の方でずっと思ってたんですね。でやっとね大学の、ゼミ生で本当にいいメンバーが見つかって3人で起業したという流れなんですけれども、まず軸としては世界一の企業を作るっていう夢があります。世界一の企業を作るっていうのが、どんなにすごいことかっていうと、やっぱりなんか抽象的すぎてわからないと思うんですけど、やっぱりその世界一の企業を作ると、本当に与える影響がすごく大きいんですね。例えば、従業員がアマゾンとか50万人を超えていて、で50万人の雇用を生んでるって本当に社会貢献としか言えないというか、でそこで従業員も雇っているし、かつそのサービスアマゾンを使ってない人なんて今いないぐらい、本当にその物流の革命を起こしたと言っても過言ではないと思ってます。で僕はそういった、素晴らしい企業さんを見て、自分が好きな動画っていうこのなんか本当に現代になって新しく出てきた表現方法なんですけれども、やっぱり動画で何か思い出を残して共有することによって、今はね友達同士で楽しいなぐらいな感覚なんですけど、僕がこれ動画でどんどんいろんな思い出を作っていって、じゃあ息子ができた時に、であと自分がおじいちゃんになった時に、どんどんねその世代を超えて動画が残っていくようになるのではないかなっていうふうに僕は今思っています。この動画っていう業界がどうなっていくか正直わかんないし、現在僕がねこういった、CM とかそういったものを作ってなくて、結構遊びで動画作っているので、結構業界の人からねなんかいろいろ言われたこともあるんですけど、やっぱり僕は動画っていうコンテンツの本質はクリエイティビティを追求するだけじゃなくて、やっぱり思い出、自分の記憶に残るような体験を形に残すっていうのが一番なんか本質的な動画の良さなのかなっていうふうに思っていて、なので僕は、専門技術、本来この技術ってやっぱりお金を払っていただいて提供するものだと思うんですね。そういった動画クリエイターとか、写真家とか結構やっぱ専門技術の方たちってそういった知識をやっぱ弟子とかそういった人たちにしか共有しないなっていう、そういう業界の中で知識をオープンに共有するっていう人が今までいなかったので、こういった YouTube でもうチュートリアルとか Vlog とかシネマティックですね、動画の魅力を発信しつつ、その魅力があるクリエイターが解説をするっていう説得力ってやっぱ強いなと思っていて、なので YouTube でこうやって動画配信をしたり、あとは動画コミュニティトランスサロンですね、動画が好きという方が、本格的につながり学べるような、環境を作ったりで、あとは動画教育もっと専門的に学べるような、ソリューションを開発したりとか、そういったことを今本格的に行っております。でまだやっぱりその世界一の企業を作るってなった時に、今のトランスインクってビジネスのスタートラインに立っていないぐらいのレベル感なんですね。で今僕23で、孫正義さんって23ぐらいの時に起業していたりとか、スティーブ・ジョブズも多分そのぐらいには多分会社結構大きくなっていたのかなってことを考えると、やっぱりまだまだ自分の夢には遠いというか、多分この夢は達成するのは、50代60代になるかもしれないんですけど、やっぱり動画っていう表現に僕は人生を変えられたので、より多くの人にこの魅力をね発信したいという思いで、毎日ねもう努力するしかないというか、でやっぱり僕がフリーランスとして活動せずに組織で活動している理由もそこなんですよね。思いがまずやっぱりフリーランスで活動した方が、それはやっぱ自分の自由度は高いし、お金っていう観点でもねやっぱ稼ぎは圧倒的に違うし、本当いろんなところを見ても短期的に見るとフリーランスの方が多分いいと思うんですね。ただやっぱりその自分が動画で人生を変えられた経験だったりとか、
僕の、家系じゃないですけど辛い思いをしている人たちが、世の中には多いってことを考えると、僕はもっとその大きな挑戦をしてより多くの人たちに何かその人生の付加価値をね与えてあげるような体験をしなきゃいけないなっていうふうに強く思っています。これから先会社をどういうふうに大きくしていきたいですか？そうですね、これから先、どのように会社を大きくしていくかっていうと、なんだろうな、やっぱり利益を求めるというか稼ぐっていう感覚が優先されてしまうと大切なものを見失ってしまうなっていうふうに思ってるんですね。やっぱアマゾンのジェフ・ベゾスも顧客第一っていうふうに言っていて、なんか偉大な人ほどなんか目の前のことを最終的に返ってくる気がするんですよね。だから僕たちは今この YouTube を見てくれてる人たちに対して、価値を与えなきゃいけないし、トランスサロンメンバー一番その直接的に触れている人たちに対してどうやったら動画をより好きになってもらえるかっていうのを多分考えていかなきゃいけないと思うんですね。でそれが価値が大きくなってくると企業としても自然と大きな形になってくるのかなっていうふうに思いますね今は。でやっぱり自分の中でもすごく悩むことがあって、僕ってやっぱ大川祐介っていう人物を前面に押し出してコンテンツクリエイトしてるんですけど、やっぱり会社を大きくするってなったら個人の色が強すぎると成立しないなっていうふうに思ってるんですね。もちろん個人の色が強いことでスピード感もあるし、僕たちのそのチームマッツンとアンディさんのこのチームもすごくスモールで、やっぱりスモールだからこそ速い動きができるし切り開けるものはあるから、今の会社の軸でいうと、01をね、任されているのかなっていうふうには感じています。ただやっぱり会社が大きくなっていくと、それなりのフェーズに入るとやっぱりこの俗人的な大川祐介ってやっぱり必要性がやっぱなくなるというふうに思ってるんですね。でそれを最近は強く思っていて、なので今こうやって YouTube でたくさんコンテンツを配信しているんですけれども、なんで配信しているかっていうとやっぱり会社のためなんですよね。会社っていう俗人性がないものの方が世の中に向けて大きな価値を提供しやすくなるので、僕の軸はあくまで会社経営、今後は会社経営にコミットしたいと思います。 YouTube に関してはやっぱり会社の思いを伝えるプラットフォームというか、やっぱり会社のメッセージがユーザーに伝わらないことってめちゃくちゃあると思うんですね。なので会社が提供している価値を、よりね多くの人たちに、分かりやすく、伝えていこうと思いますので、そういった思いで今はね動画配信をしているし、日本一周を得て、そういった感覚が強くなりました。やっぱり僕は YouTuber ではなくて会社を大きくしたいんだなっていうのを、再度感じた次第になっております。僕がねこうやって動画制作をして YouTube にアップロードして、見た方がほとんどだと思うので、やっぱりその会社経営にコミットして、YouTube をね片手間でやるってなったらちょっと悲しむ人がいるかもしれないんですけれども、やっぱりそこは、最終的にね、与える価値が大きくなるで10年20年後考えた時に、そういった活動の方が自分に向いているっていうふうに感じています。まず一旦日本一周は、世界へ向けて発信するという、志で動いていますので、日本一周に関してはまずは素晴らしい映像を作る、それは僕たちはもうブレずに行っていきたいと思います。で日本一周が終えた頃に、僕はねアメリカに行って、アメリカのそのシリコンバレーとかもう本当に世界に名だたるアップルとかアマゾンとかマイクロソフトとかネットフリックスとかがある、企業が生まれた場所に行って、僕たちは会社をね大きくしたいと思っていますので、 YouTube に関しては日本一周が終わったらちょっと頻度はもしかしたら落ちるかもしれないんですけれども、動画クリエイター兼起業家としてしっかりと動画配信も行っていきます。でね、この YouTube っていうプラットフォームだけじゃなくて僕がもう一つコミットしているのが動画コミュニティですね。トランスサロンは本当にその今1200名以上の方が在籍してくれていて、僕たちの挑戦をねこういった会社トランスインクの挑戦だったりとか、僕個人の挑戦を応援してくださる方たちが1200名もいまして、やっぱり初期の段階、まだビジネスのスタートラインにも立っていない段階で1200名もの方が、応援してくださる機会ってそうそうないと思うんですね。でその価値をやっぱり軽視することなく、会社経営にコミットすると言いながらもやっぱりその1200名の方たちの、意見だったりとか、どのような動画領域に関わるニーズがあるのかなっていうところを議論し合いながら、
これからねサービスだったりとか会社を大きくしていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。夢がない人に一言。そうですね、夢がない人、そうですね、やっぱり僕はなんかその、家計のね状態からして経営者になるしかない。で、経営者になるってことは大きな夢を持つっていうことを、認識していたので、小学校を卒業するタイミングで、大きな企業を作りたいという思いはねあったんですけど、やっぱりその大学生になって僕もね友達いっぱいいたんですけど、夢がないっていう人たち結構多かったんですよね。で、今はこうやって SNS やっていて多くの人にそういう質問をいただくんですけれども、やっぱり一番言えるのはやっぱりその選択肢を多く作るっていうことですね。ちょっと例え話なんですけど、小学校の時初めて電車に乗る時ってめちゃくちゃ怖かったじゃないですか。僕はすごく怖かったんですけど、今乗ってみるともうスイカで Apple Watch でピッてやるぐらいスムーズだと。やっぱり人間って経験することによって見える世界っていうのは全然違くて、今僕も全然世界のことを見えていないですね。だから夢がないという方は多くの情報に触れて、今そのポケットにあるスマートフォンだけで、動画が撮れるってよく言うんですけれども、スマートフォンだけでいろんなね世界中の情報に触れることができるし、世界中の人たちとつながることができる、そんな状況って現代の、今しかないと思っていますので、その環境を本当にふんだんに使って多くの情報に触れて、で若いうちに多くの経験をして、無理にね自分の夢を作る必要なんてなくて、自然と自分の夢ができてくると思っていますので、多くの選択肢を作る動きをねしていただけたらというふうに思っております。ちょっとねだいぶ長々と話してしまって、自分でもねちゃんと伝えられたかっていうのはちょっと不安なんですけれども、こういった今のね自分の思いをしっかりと皆さんにお伝えするっていう場がとても大事だなと思ったので、今回はちょうどね海辺にいたので、こういった感じで焚き火を焚いて動画配信をねさせていただきました。皆さんこの動画を見ている方たちって YouTube で配信している僕のことしか知らないと思うんですね。なので、今一度僕はね YouTuber ではなくて、こういった会社経営をする、世の中にね大きな価値を与えたいと思っている一人間だと思っていただけたらというふうに思います。今日はね最後まで聞いていただきありがとうございました。日本一周今ちょうど半分なんですけれども、あと1ヶ月たくさん Vlog 撮って皆さんにね動画を作る楽しさをね知っていただけたらというふうに思っております。今日は最後まで聞いていただきありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。